今年もこの時期がやってきましたね。ちょっと外に出ただけで目のかゆみ、くしゃみ、鼻水が止まらない、頭がぼーっとする。日本人の約 20% もの人が悩んでいるとされる花粉症。今回は花粉症の症状の中でも鼻と目の症状を中医学的に解説し、対処法をご紹介します。このチャンネルでは中医学に基づく生活の知恵を週1回配信していますので、どこの動画かわからなくなる前にチャンネル登録をお願いします。ぜひ最後までご覧ください。花粉症の症状が中医学的にどのように起こっているのか見ていきましょう。まずは鼻の症状から。1、くしゃみ。前回の録音でもご紹介した通り、精気と邪気が関係してきます。邪気が鼻に入ると精気が邪気を追い払うためにくしゃみが起こると考えます。2、鼻がムズムズする。これは風邪による症状です。風邪はかゆみを引き起こすという特徴があり、これを風性作用と言います。3、鼻水が多い。肺には気や心液を全身に散布する働き、洗髪と散布されずに肺に残っている心液を腎へと下ろし、尿として排出する縮香という働きがあります。しかし邪気によって肺の機能が弱まり、水分代謝が悪くなると、肺と関係が深い鼻に鼻水が溜まってしまう原因になります。肺の機能が弱ってしまうことを肺質先行と言います。肺の働きと鼻の関係性については以前挙げた肺の働きの動画をご覧ください。次は目の症状を見ていきましょう。中医学では主に風邪と熱邪による五臓の不調、またはもともと臓腑に熱を持っている場合、目の症状につながると考えます。臓腑によって症状が現れる目の部位が異なります。これを目の五輪学説と言います。1、白目が赤くかゆい。これは肺の不調と考えます。ハブ茶やドクダミ、菊花がおすすめです。2、目頭や目尻がかゆい。これは心の不調と考えます。緑茶や苦瓜がおすすめです。3、まぶたがかゆい、痛がゆい。脾の不調と考えます。ハブ茶や大葉茶がおすすめです。辛い花粉症シーズンを乗り切るために生活習慣を整えることがとっても大切です。適度な運動と規則正しい食事、十分な睡眠と分かってはいても全て完璧にすることはなかなか難しいですよね。私シャワガオも自分が心地よく感じる無理のない程度に気をつけています。外に出て運動はしにくいですが、部屋の中でできるヨガやストレッチを取り入れるのも良いと思います。私も一日中パソコンに向かっているので、肩や背中を中心としたストレッチをやっています。呼吸を意識しながら体を動かすと巡りが良くなって眠りの質も良くなる気がします。とは言っても鼻詰まりでなかなか寝つけないよって方もいると思います。こちらの鼻のマッサージを習慣に取り入れてみてください。皆さんは花粉症シーズンで気をつけていることはありますか？コメント欄で教えてください。一緒にこの季節を乗り切りましょう。最後までご視聴ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。この前近くの山に登って下山する途中、ふと振り返るとその山全体が花粉を蓄えた杉の木に覆われていました。